皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東シリア情勢です。つい先日の動画でシリアのアサド大統領の政権が崩壊し、シリアは新しい時代を迎えようとしています。今回は政権崩壊以後起こっている出来事についての解説をしていきましょう。まず第一に、国際情勢について考えるときに大事なのは、その国で起きていることだけではなく、様々な国で起こっていることが相互に影響し合って物事を動かしているということです。例えば、シリア情勢、シリア国内だけの状況だけを見ていれば、なかなか物事が動かないといったことを感じることでしょう。実際、1ヶ月前の状況であれば、アサド政権が現在のように崩壊することを予言するのはなかなか難しかったでしょう。しかし、国際情勢という観点から見れば、まず第一に、アサド政権を支えていたロシアは、ウクライナ侵攻に伴って国力が疲弊しており、アサド政権を支える余力を失いました。第二に、アサド政権を支えていたイランは、その実戦部隊として、レバノンにいる武装勢力ヒズボラを援軍としてアサド政権に提供していたわけですが、このヒズボラはイスラエルにより徹底的に叩かれて支援する余力を失いました。そして、長い間の戦いにおいて、反政府側も力を蓄え、支援を失ったアサド政権を上回る状況に達したことから、今回のような反攻作戦が大成功したというわけです。もしも、ロシアがウクライナ侵攻をしていなければ、もしも、イスラエルがヒズボラを叩いていなければ、現在でもアサド政権は他国からの支援をもとにして、現在もなお続いていた可能性が高いです。このような他の国の状況と合わせて考えることで、国際情勢を読み解いていくといったことは、情勢分析するときには必要なスキルの一つでしょう。それは、ウクライナ情勢についてもそうですし、これから起こるであろう東ア情勢、新たな戦争、紛争の際にも役立つ考えのはずです。それでは前置きはここまでにして、早速、シリア情勢について解説していきます。現在シリア全土においては、大規模な戦闘は発生していません。小規模な戦闘は各地でまだ起こってはいますが、それは国全体を揺るがすものではありません。現在シリアは大きく分類して、東側にクルド人勢力、それ以外の反政府勢力といった形で色分けをすることができます。しかし、この反政府側という言い方についても、昨日時点においてアサド政権が崩壊、消滅したことを考えれば、新政府樹立前のまだ過渡期だと言えるでしょう。そしてアサド政権を打倒することに最も活躍した HTS は政府軍、そして行政からも降伏を受け入れて、これを吸収しつつあります。この HTS については NHK の報道ではシリア解放機構と呼んでいました。HTS はアリール・アル・シャムという名前がついていたと思うのですが、NHK が報道することによりシリア解放機構という名称の方が一般化されることでしょう。いずれはこのチャンネルの動画でもそちらの名称に合わせていこうとは思います。そして現在のシリア領内にはロシア軍がまだ残っています。これらについては現在 HTS との交渉により撤退の作業に入っています。イランについてはすでに撤退が終わっているものとみられます。その他南部においてはイスラエル軍がアサド政権消滅により停戦合意の白紙化といったものを口実として部隊を進めており、占領地域を拡大させています。さて、政権崩壊以後様々なことが起こっているので、ある程度項目を絞っていこうと思います。今日解説する主なポイントは5つ考えました。まず第一に、アサド元大統領はどうしたか。次に、これまでの政府と軍はどのような状態になっているのか。3、シリア領内に残っている IS に対して米軍がどう対応しているか。4、アサド政権がなくなることによるイスラエル軍の動向。そして最後に、アサド政権崩壊によって国外へと脱出していた難民の人たちの動きについてです。まず最初にアサド大統領の動向について、インターネット上には彼の乗った飛行機が撃墜もしくは墜落したのではないかといった話が出回り、これを信じる人も非常に多く出ました。しかし、彼は現在モスクワにいるとロシア政府が発表しました。反政府軍が迫る混乱状況の中で、アサド元大統領は大統領を辞任し、反政府側に権力移譲を進めるようにと部下にと命令をし、国外へと脱出したというふうにロシア政府は発表しました。これはおそらく全く後付けの話を全て創作したものとみられます。HTS の軍勢がアレッポ、ハマー、ホムスと
攻略する中においてもはや勝ち目がないと考えて命からがら脱出したといったものが実情でしょう。その脱出する際に乗っていた飛行機の移動情報を公開していたものを非公開にしたことによって墜落もしくは撃墜されたといったような憶測が飛び交ったというわけです。これにより彼がシリア国内で行ってきた国民弾圧、拷問や虐殺といった問題についてこの責任を負わせることは難しくなりました。何しろプーチン大統領という独裁者の国に亡命したのですから、同じ独裁者を裁くことなどちょっと考えられないからです。これは非常に残念なことです。なお、プーチン政権それ自体はもはや負けを認めていて、モスクワにあるシリア大使館の国旗変更が行われました。左が従来のアサド政権におけるシリア国旗、それが右側のものへと交換されました。そしてロシア政府は HTS と交渉を行い、現在シリア領内に残っているロシア軍の撤退準備を進めています。こちらの写真はロシア国旗を大きく掲げて、自分たちがアサド政権の残党ではないことを示した上でロシア領内を移動するロシア軍の兵士たちです。これらの兵士たちは地中海側にあるロシア軍の空軍基地もしくは海軍の寄港地などによってそれぞれロシア本国へと戻るものと見られています。なお、ロシア軍の海軍がいるタルトゥースもしくはラタギワ側にあるロシア軍の空港なのですが、これらについて今後どうなるかについては新政府発足後に改めて国家間の交渉を行うものと見られています。ぜひとも新政府にはロシア軍を追い出してほしいものです。ただし復興のことを考えると莫大な額の使用料を支払わせるといったことなども一つの外交テクニックとしてはあり得るでしょう。次に消滅したアサド政権なわけですが、行政や軍などは組織として存在していますから、これらの扱いがどうなったかについて、アサド政権下のジャラリ首相は現在行政組織を維持するようにと HTS との話し合いで決定しました。左の写真は HTS のメンバーによってエスコートされるジャラリ首相。行政の人間が全くいなくなると社会システムそのものも破綻するものですから、HTS はある程度組織を温存したままで新政府樹立に向けての準備を進めているところです。ただし秘密警察などの国民弾圧の仕組みについてはこの機能を停止します。現在シリア各地において国民を閉じ込めていた刑務所の開放作業などが行われています。アサド政権下では政権に批判的な人物だけではなく、気に入らない人物なども積極的に刑務所に押し込め拷問殺害を繰り返してきたことから、その被害者は10万人以上だと言われています。また国民を殺害してきた軍についても HTS は無差別の殺害などを禁じています。とはいえ報復で殺されるかもしれないと考えた政府軍兵士たちは軍服を脱ぎ捨て、武器を捨て、各地に逃げ去っています。こちらは政府軍基地の様子。辺り一面に軍服が脱ぎ散らされています。ちなみに独裁者といえば国のお金を好き放題使うということなのが、どこでもあるあるの話ですが、アサド大統領の宮殿は非常に広大で豪奢なものでした。また、車庫に行けば見渡す限りの敷地に高級車がずらりと並んでいる光景などが撮影されています。もちろんこれらだけではなく、海外の秘密口座などにも莫大なお金を蓄えているでしょうから、これらを差し押さえすることができないのは残念なことです。次に、ロシア領内において IS の勢力はまだちょこっと残っています。今回のアサド政権打倒には全く関係のない話ではあるものの、混乱している状況だからこそ IS の勢力が復活する危険性はあります。そこでアメリカは IS に対する空爆を実施しました。また IS の勢力復活を阻止するという名目をもとにして部隊の増強なども発表しています。実際にはアメリカが支援するクルド系の勢力がトルコが支援するシリア国民軍からの攻撃を受け制圧地域を奪われることを牽制しているかもしれません。このあたり今まではアサド政権を倒すといったことで共通の敵を持っていたそれぞれの勢力が今後はどううまく協調しているかが今後のシリア国民にとっても大きな関心事となるでしょう。次に大規模な戦闘にはなってはいませんが、シリア南部においてはイスラエル軍が進軍しています。ゴラン高原に展開していたイスラエル軍は従来はアサド政権と協力関係を築き停戦合意した上で
進軍を行っていませんでした。しかし、アサド政権が倒れることにより、新政府が反イスラエルで意思が統一された場合、非常に危険だと考え、緩衝地帯の拡大を図っています。なお、この時、北部側に大きく前進している理由というのが、ガス資源を確保するためではないかと言われています。このような利益を求めての行動といったものは当然批判されて当然なわけですが、残念ながらイスラエルはアメリカによる全面支援を受けている国ですから、国際社会はこれを黙認している状況です。現在シリアは政府軍としてのしっかりとしたものがなくなったような状況ですから、イスラエル軍の機甲部隊に抵抗することはなかなか難しい状況です。それは防空体制についても同じことで、イスラエル軍はシリア領内各地の爆撃を行っています。この爆撃の名目としては、アサド政権軍が持っていた化学兵器が次の新政府軍に渡ると、これがイスラエル側に使われるかもしれないものとして予防的破壊をしているのだと主張しています。しかし攻撃範囲はそうした弾薬庫だけではなく、基地全体に対する攻撃を行っているところもあります。さらに化学兵器とは全く無縁の情報機関の本部に対する攻撃なども行っています。これはアサド政権側とイスラエルとの間における何らかの密約などの情報が残されていた場合を考えての爆撃かもしれません。最後にアサド政権崩壊、そして消滅といった一報を聞き、周辺国に散っていた難民がシリア領内へと戻る動きが起こっています。こちらは多くの車で大渋滞しているところ、こちらは徒歩でシリアに戻ろうとしている人々、一番多くの難民を受け入れているトルコではシリア難民は300万人いると言われています。これらの人たちを受け入れているトルコの経済的な負担は非常に大きく、それだけにシリアが安定し難民が国へ帰ることはトルコにとっての国益にもなります。そのためトルコは反政府勢力を支援し続け、この難民を返すための状況をこれまで作ろうとしてきました。アサド政権が倒れますよという話をする動画においては、毎回のように IS がこれで復活し、国民がさらに虐殺されるというようなコメントをする人が絶えません。しかしそれは明らかにシリアの現実から言えば全く起こらないでしょう。確かに IS の勢力は現在でも各地にちょこちょこといろんなところで残ってはいますが、しかしそれらは大きなうねりを生み出すことはできません。かつては強大な勢力を誇った IS ですが、結局のところその力は永続的なものではなかったのです。現在では非常に小さな集団が各地に点在するだけで、それらについてもありとあらゆる勢力と対立していますから、全く力を持つことができていません。また今回の動画でも触れましたが、アメリカが定期的な空爆などを行って動きを牽制しています。そして最後にご紹介しましたが、多くの難民の人たちがシリア国内へと戻ろうとしているのは IS のような組織がアサド政権を倒したわけではないからです。例えば今回ハマやホムス、そしてダマスカスに入った HTS は指導者が以前はアルカイダとの関係があったことからテロリスト組織としてアメリカから指定されています。しかし HTS の制圧下においてはキリスト系の人たちもアサド政権の消滅を祝ってお祝い事に加わっていましたし、イスラム教の宗派、スンニ派、シーア派、それ以外の諸派の人たちも今回の動きには加わったり、もしくは政権側にいた人たちも抵抗せずに武器を置いています。少なくとも現在の状況下において IS のようなことは行わないでしょう。ただしそれが今はそうだという話で、今後について保証することができないという指摘についてはそうでしょう。しかしあたかもこれから IS のように全ての他宗教についてこれらを殲滅しようとする動きというものは全く起きていないことは事実です。IS はこれまで勢力圏が広がった時には自分たちの考えに賛同しない宗教、もしくは同じイスラム教徒であってもことごとく弾圧殺害を繰り返してきました。それに比べれば現在の HTS は全く異なるものです。そもそもアサド政権側の行政の長官であった首相に対して今の行政機構をまずは維持せよと通達したことから IS とは全く異なることは理解できるはずです。この後首相がいずれは
交代することになって何らかの責任を取らなければならないでしょうが、少なくとも降伏、即銃殺といったことにはなってはいません。裁判を経て何らかの責任を取らせるような法治主義へと移行する可能性を示しています。今後シリアを安定化させるためには、少なくとも経済状況の改善といったものを目指すべきでしょう。シリア領内には石油が出ますし、また中東諸国からヨーロッパへとつなぐ石油や天然ガスのパイプラインを伸ばすことにより、その使用量などを得るといった手などもあります。これらの政策を実施すれば、イランやロシアの権益を全く排除する形で自分たちの経済圏を安定化させることができますから、今後のシリア経済はうまくやれば大きく改善します。イラクのように自国で石油が取れるからといって、その利益といったものを一部の人たちが独占し、政治が混乱するといった道筋もあり得るわけなので、このあたりは様子を見る必要があるでしょう。ただし、政治の混乱状況といったものは少なくとも独裁政権による国民の大虐殺といったものに比べればまだマシなものです。あとはシリア国民の人たちの努力にかかっている部分があります。そして一旦シリアの情勢から離れれば、ロシアはシリアという友好国を失ったわけですし、同じように一見大丈夫そうだなと思える独裁政権も実は足元が崩れることにより、ある時席を切ったようにその状況が悪化するといったことは十分に起こり得るわけです。ロシアによるウクライナ侵略というのはそのようにして多くの死傷者を出し、国家経済にダメージを与え続けている行為であることは明らかなわけですから、次はどの独裁者がその立場を失うかといった点で、今回のシリア情勢についての教訓を読み取るべきでしょう。プーチン大統領はアサド元大統領よりもよほど粘り強くは動くでしょうから、それだけに厄介な存在です。というわけで今回のシリア情勢についての解説はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。